こんにちは、ミッキーです。今回は2022年最新日本橋カフェ6選をご紹介していきます。日本橋では江戸時代から水陸の要所としてあらゆる人、物、ことが集まる日本の中心地として栄えていました。そういった当時の賑わいを取り戻そうと三井不動産主導のもと、新たに日本橋再生計画がスタートしているというところでございます。その計画も第1ステージ、第2ステージ、第3ステージと進んでいく中で、2019年からは3つの重点構想である共感、競争、創発の街づくりとして、豊かな水辺の再生、新たな産業の創造、そして世界とつながる国際イベントの開催というコンセプトのもと、新しい街並みが出来上がってきています。ぜひ参考にしていただいて、日本橋巡りを充実させていただければと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、パンデュブー&コンフォートスタンドさんでございます。こちらは小伝馬町の近くにあるお店なんですけれども、2022年の5月にニューオープンしたばかりのまさに出来たてほやほやのお店になっています。お店の名前の通り、パンデュブーというパンの注目店、そしてコンフォートスタンド、以前に汐留編でもご紹介してるんですけども、注目のコーヒーを一緒に楽しめるような、そんなお店になっています。このパンデュブーで提供されるクロワッサンはめちゃくちゃ自慢になっていまして、開発に1年以上もかけているということでございます。フランス産の小麦粉に北海道産のバターを使用したリッチな仕上がりになっていますので、ぜひ注文していただいてコーヒーと合わせていただければと思っています。表面はサクサク、中はしっとり、噛めば噛むほど優しい甘さが広がる味わいだということでございまして、一生に一度は味わってほしいようなお店になっています。で、こちら、クロワッサンの他にも美味しいパンがたくさんありますので、ぜひその日の気分に応じて頼んでほしいと思っていますし、こういったジャムとか、あとはサンドイッチなんかも販売されていますので、そういったレパートリーも嬉しい部分になっています。こちらはこの日に販売されていたパンになっていまして、クロワッサンの他にもパンオショコラなども販売されていました。そしてこちら、コンフォートスタンドさんというコーヒーの名店がドリンクを提供してくれてるんですけども、パンに合うようダークローストで焙煎したこだわりのスペシャルティーコーヒーを提供してくれますので、品質も間違いございません。こちらはこの日にいただきましたバナナ with オリジンというサンドイッチと、あとはオリジナルコーヒーでございます。以前に汐留でお伺いした時には、コンフォートスタンドさんでは浅煎りの豆を中心にハンドドリップで提供していただいてたんですけれども、パンデュブー&コンフォートスタンドさんで店員さんにお伺いしたところ、日本橋店はビジネス街であることを考慮し、深入りの焙煎かつバッチブリューで提供してくれているというところもビジネスマンにとって嬉しいポイントなのかなと思っています。結構苦いのかななんて思いつつドリンクを飲んでみたところ、実際には果実感のあふれるすっきりとした印象になってましたので、苦いのが苦手な方なんかでも楽しめるのかなと思いました。続いては三越前の近くにありますバイロンベイコーヒーさんでございます。こちらはお店にコーヒー&パイという名前がついています通り、コーヒーとパイがとても注目の店になっています。バイロンベイさん、以前に芝公園編でご紹介してるんですけども、こちらも同じくオーストラリアの港町バイロンベイの地で家族経営のコーヒーファームとして1989年に誕生したその店の系列になっています。カフェ経営、そしてショップ販売までを地元のコーヒーカンパニーが手掛けているオーガニックコーヒーが魅力になっていまして、農林水産省をはじめ様々な機関に認定されているコーヒー豆はラテとの相性が抜群のクリーミーなボディになっていまして、数々の有機ブレンド賞を受賞しているということでございますので、まさにコーヒーがめちゃくちゃ注目のお店になっています。さらにこちらではパイという風にお店にも書かれたかと思うんですけども、全て手作りで提供されるフードメニューもめちゃくちゃ美味しくて、保存料や着色料を使用しない自然で優しい味になれるように毎日心を込めて作ってくれているということでございます。さらにこちらのお店は朝早くからオープンしていまして、平日は8時から土日も8時半からオープンしてますので、それこそ平日なんかはこちらでご飯をいただいた後に出勤するというのもおすすめですし、テイクアウトもしていただくことができますので、こちらで購入した朝ごはんをオフィスで食べながら一日を始めるというところもおすすめだなと思っています。こんな感じでコーヒーの豆とかも販売されていますので、もし気に入られた方はご自宅用に購入していただいてコーヒータイムを楽しむというところもおすすめなのかなと思っています。さらにお店のカウンターではこんな形でスコーンの販売もされていたりとか、多種多様なパイやサンドイッチが販売されていますので、ぜひお好みのメニューを探していただいてコーヒーと一緒に味わってほしいなと思っています。
そしてこの日は BLT とフラットホワイトのコーヒードリンクをいただきました。こちらのお店の名前がバイロンベイとありますように、オーストラリア発祥のお店になってますので、コーヒーの飲み方もフラットホワイトとかロングブラックという形でオーストラリアンスタイルで楽しめるというところも魅力になっています。店内空間はもちろんですし、食器なんかもとてもこだわりがあって素敵になっていますので、インスタ映えな空間を楽しむこともできるかなと思っています。なので先ほどテイクアウトで楽しむこともできますというふうに申し上げたんですけれども、時間に余裕がある方なんかはお店で楽しんでいただくのが一番おすすめかなと思っています。ラテアートも楽しむことができますので、この辺もしっかり写真に収めてほしいです。続いてご紹介しますのは、2021年10月にオープンしました、暴露横山の近くにあります、パーラーズさんというところでございます。こちらのお店は以前に代々木公園編でご紹介しました、奥渋の人気コーヒーショップであるコーヒーシュプリームさんがプロデュースする注目のカフェになっています。コーヒーシュプリームさん、前回ご紹介した時にニュージーランド発という風にご紹介してるんですけども、そういった海外風な雰囲気もとてもおすすめになっています。こちらのお店は地域のハブになるというコンセプトを体現していまして、リノベーションしたばかりのビルに入居し、上層階はシェアオフィスである緑層になっているということでございます。そしてこちらのお店で販売されているパンは、同じく暴露横山で愛されているビーバーブレッドさんのパンを使用しているということでございまして、こちらの店も朝早くからやってるんですけども、昼過ぎぐらいには売り切れてしまうこともあるというシュガードーナツも注目になっています。そしてお店のインテリアをセレクトしたのは、海外の有名アーティストであるビースティーボーイズのオフィシャルグッズを手掛けている方だということでございまして、世界中で活躍しているアーティストの感性を得たグッズがたくさん販売されていますので、その辺もとても注目になっています。まさにこういった西海岸風のヒップホップの雰囲気なんかもおすすめになっているかなと思っていますので、1個前にご紹介したバイロンベイさんと含めて、海外風な雰囲気をこの日本橋で体験してほしいなと思っています。まさに冒頭で申し上げました通り、日本橋の新しい街づくりの一環で、世界とのハブになるというイメージもあるということでございますので、そういったイメージを日本橋の地で体現しているというところでございます。そしてこちらはこの日にいただきました、チリコンカンチーズドッグと、あとはカフェラテでございます。こちらのチーズドッグに加えてポップコーンも乗せてくれるところもちょっと粋な部分ですよね。さらにこのパーラーズさんのオリジナルの紙なんかに乗せていただくことができますので、なんとなくジャンキーな感じなんだけども、こういった部分も少しおしゃれな雰囲気もとても伝わってくるかなと思っています。で、イメージ的には少し前の90年代のヒップホップの雰囲気が感じられるところも、音楽が好きな方とかカルチャーが好きな方なんかには特にお勧めできるポイントなのかなという形でございます。実際にこちらのチリコンカンチーズドッグを切っていただきますと、こんな感じで断面からはソーセージが見えたりというところで、このチリソースが効いたちょっとピリ辛な感じもとても美味しいので、ぜひ試していただいて、朝の時間を充実していただければなと思っています。カフェタイム、そしてモーニングに活用いただくのがとてもおすすめかなと思っています。続いては、三越前から RR コーヒークラフトさんでございます。こちらのお店も2022年の3月にニューオープンしたばかりのお店になっていますので、めちゃくちゃ新しくて注目なお店になっています。バリスタさんが丁寧に注ぐハンドドリップコーヒーはもちろん、一般では手に入らない濃厚ミルクを使用した水出しコーヒーならぬミルク出しコーヒーが特におすすめになっていまして、この日私も実際に頼んでみたので、ぜひそのあたりも注目していただければなと思っています。こちらは高い天井と大きな鏡が特徴的になっていまして、カラー専門店、ネイルサロン、美容室も併設しているおしゃれな空間になっています。今右手に映ってますのが先ほど申し上げました大きな鏡になっています。こんな感じで椅子やテーブルなどのインテリアもとてもおしゃれですし、充電できるスペースもありますので、そういったところも嬉しい部分になっているかなと思っています。先ほどからご紹介している日本橋のカフェはなんとなく海外風な雰囲気かつおしゃれな空間がたくさんありますので、ぜひですね、SNS のプロフィール画像にも使っていただけるような写真を撮っていただきたいなと思っています。こんな感じでカウンターチックな気軽に立ち寄れるような席がたくさんありますので、回転率も非常にいいかなと思っています。で、こちらでは人気のフードメニューである日本橋カレー部のドライカレーというものも提供されていまして、体に優しいグルテンフリーで化学調味料や保存料は不使用だということでございまして、健康なメニューになっています。こんな感じでインスタグラムのリンクなんかも店内には貼られていまして、こちらでは最新のフードメニュー含めていろんな情報を発信してくれてますので、ぜひ皆さんも確認していただいて、この RR コーヒークラフトさんの発展を感じていただけるととてもいいかなと思っています。
レアチーズケーキは6月から販売されたばかりということでございまして、カフェタイムにスイーツと一緒に楽しんでいただきたい、そんなメニューになってたというところでございます。結構メニューの入れ替わりも激しいかなと思ってますので、インスタグラムで情報を収集していただきつつ、訪れてほしいなというところでございます。こちらこの日に頼みました日本橋カレー部のドライカレーと、あとはミルクコーヒーでございます。こちらのドライカレーは800円で、ミルクコーヒーは500円になってるんですけども、こちらのカレーとドリンクセットにしていただくことで、なんと1000円で楽しむことができますので、非常にお得に楽しむことができるかなと思っています。続いては、小伝馬町の近くからオブゴベーカーエドストリートさんのご紹介です。こちらは2021年の6月にオープンしたばかりのお店になっていまして、同級生の女性3人が中心になって始めたアメリカンビーガンベーカリーブランドだということでございます。こちらのお店、オブゴというのが特徴的かなと思うんですけれども、オブゴはオーガニック、ビーガン、グルテンフリー、アズオプションズの略だということでございまして、まさにビーガンを大事にしているようなお店になっているかなといったところでございます。こちらはニューヨーク風の店構えと気さくな店員さんの接客がとても魅力になっていまして、実際に伺った時も声かけ含めてとても温かいような雰囲気で迎え入れてくれるようなお店になっていました。こちらの店ではオープン以来多くのお客さんで賑わっているということでございまして、大人気のビーガンクッキーに加え、新作のマフィンやスコーンとクッキーを組み合わせたようなスコッキーをはじめとしたビーガンの焼き菓子はめちゃくちゃ絶品になっています。今映していますように多種多様で味のレパートリーもとても充実していますので、選んでるだけでも時間が経ってしまいそうな、そんな空間になっています。でもちろん焼き菓子もとてもおすすめなんですけれども、ドリンクには以前に私が六本木編や新宿編でご紹介していますカリフォルニア発のスペシャリティコーヒーブランドであるバーブコーヒーロースターズさんの豆を使ったコーヒーや、国産有機の和紅茶、長野園のクラフトティーを使用しているということでございますので、ぜひこちらの焼き菓子と一緒にドリンクもコーヒー、もしくは紅茶を頼んでいただきたいなと思っています。こちら私、今回は仕事の軽食としてテイクアウトをして頼んだんですけれども、こちらのリバイブランチといった形でクッキーとコーヒーがセットになっているものと、今映していますオレンジカルガモンといったものを頼んでみました。めちゃくちゃ美味しかったです。でさらに言うと、こちらコーヒー頼んだんですけれども、コーヒーにミルクを合わせていただくこともできまして、ミルクは豆乳、オーツミルク、大麦ミルク、ライスミルクと、お菓子にも使われている4種類のミルクから追加料金なしで選べるところも魅力的になっていますので、ぜひそのあたりもお好みに応じて頼んでほしいなといったところでございます。そして最後にご紹介しますのは、小伝馬町からディアユー雑貨&コーヒーさんでございます。こちらの店も2022年4月にニューオープンしたばかりでございまして、店名の通りキッチン雑貨とドリップコーヒーが楽しめるお店になっています。こちらの店の内装は全て全面コンクリート調になっていまして、この味のある空間だからこそ店内で販売されています雑貨の個性が生えてくるのかなといった形でございます。こちらの店では日本の有名なデザイナーさんや職人の方々が手掛けている雑貨を多く取り揃えていまして、取り寄せも可能だということでございますので、ぜひ店員さんに相談していただいて、取り寄せたりしていただくことで、こちらのお店をさらに豊かな空間にしていただくととてもいいかなと思っています。こちらのお店では雑貨はもちろんのこと、ドリンクやフードメニューも充実していまして、昔ながらの焼きプリンはディアユー名物だということでございますので、ぜひお時間がある方はコーヒーと一緒に頼んでほしいなと思っています。さらにチーズスフレやスムージーなど続々と新商品を開発中ということでございますので、この日は6月頃にかかったんですけれども、7月、8月となっていくにつれて、また新しいメニューも追加されていると思ってますので、ぜひインスタグラム等で確認していただいて、最新の情報を手に入れてほしいなと思っています。こちらが販売されたばかりと言っていましたチーズスフレになっています。で、もちろん雑貨以外にもこういった紅茶等も販売されていますので、もし気に入られた方なんかは、お家用に買っていただくのもとてもおすすめかなと思っています。さらにこちらでは陶器も販売されていますので、おうち時間を充実させるようなそういった買い物にも活用できるかなというところでございます。さらにこちらのお店ではコーヒーは一杯一杯丁寧にハンドドリップで入れてくれますので、香り高い一杯をいただけるというところもとてもおすすめです。
私はこの日はスペシャルティーコーヒーコロンビアをいただきまして、まさにですね、ラズベリー系のみずみずしい香りが特徴的で、久しぶりにこのスペシャルティーコーヒーの香り高いコーヒーを感じることができてとても嬉しかったです。やっぱりお家でコーヒーを楽しむとなると、少し苦めなものが多くなってしまうので、こういったフルーティーなものはハンドドリップでお店でじっくり入れていただけるからこそだなというふうに感じることができました。以上、今回は日本橋エリアからおすすめカフェ6選ご紹介させていただきました。ニューオープンのお店が結構たくさんあったかなと思っていまして、前回の日本橋特集と合わせると、およそ10店舗以上2021年以降にオープンしたお店かなと思っていますので、まさにこの日本橋という空間自体がどんどん生まれ変わっている様子を感じることができるかなと思っています。でさらにですね、今回ご紹介したお店は海外風の雰囲気をまとっているような空間がたくさんあったかなと思っていまして、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカといった空間を味わうことができる。そんな形になってますので、今ちょっと円安になっていまして、なかなか海外旅行にも行きにくいような、そんな時期だからこそ、日本の空間の中で楽しめるような空間探しとして、カフェのご利用していただくというところもお勧めできるポイントになっています。ぜひ充実した休日を過ごすときの参考としてご活用ください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。